んにちは。私のチャンネルにようこそ。今日は植物とかじゃなくて、普通にカナダに引っ越して、何ヶ月や4ヶ月くらい4、5ヶ月くらい経ってるんで、せっかくなんでちょっとカナダをトピックにして、話しようかなと思いました。カナダあるある来てなんか気づいたこととかちょっといくつかあったんで、カナダに興味がある人はぜひぜひ聞いてください。一番初めに気づいたのが牛乳ですかね。牛乳がスーパーで売られてるんですけど、紙パック、日本やったら紙パックで売られてるんですけど、カナダは西海岸はあんまりそうじゃないらしいんですけど、東海岸はプラスチックのプラスチックの袋に牛乳が入って、3袋くらいですかね、多分まとめ売りみたいな感じで売られてるんですよね。ビデオこの辺にあげときます。専用の入れ物を買って、そこにプラスチックの袋に入って牛乳を入れて、で端っこを直近って切って、そのまま取って、そのコンテイナーの容器の取っ手を持って牛乳を注ぐっていうスタイルが一般的。なんかね、意外ですよね。なんかリサイクルにね、紙とプラスチックどっちがいいのかよく分かんないですけどね、こっちはトロント東海岸はプラスチックに入れられて、袋に入れられた牛乳が一般的ですね。それいっちゃんびっくりしたって感じですかね。なんかね、運んでる時とかに破れてこぼれへんのかなってすっごいいつも心配なんですけど、すごい丈夫です。なんかスーパーの袋とか入れてくれる袋とかすっごい薄くってすぐ破れるくせに牛乳の袋はやっぱり頑丈で全然大丈夫ですね。心配なんですけど、いつもでも破れることないです。でリストにいっぱい書いたんですけど、書きすぎててどれから、あとは電車ですかね。そんなにね、電車とか交通機関乗ることあんまなくなったんですけど、車がほとんどだったんです。電車とか日本に多分住み慣れすぎててね、電車とかバスとか全部、時間通りに来ることはないのと電車乗ってても急に電車の行き先変わったことはないけど、イギリスに寄った時に行き先が急に乗ってて変わったっていうのはあったんですけど、カナダは急にもうこの駅以上行くことないですって急に運転ストップになったりとか、行きはその電車乗って行けたのに帰りに地下鉄の駅行ったらもうなんか今日はおしまいですみたいな昼間やのに普通に電車がもうなくなっててどうしようみたいな、歩いて、近くの他の駅から乗っていかないといけなかったりとか、そんなんとかありますね。普通みたいです。それはもう全然ね、日本があんまりにもね便利すぎて、比べるのが、比べてしまうともう全然多分ストレスになると思うんで前向きに考えるしかないと思うんですけどね。あとは車ですかね。車よく乗ってるんで、カナダは車は昼間でもヘッドライトはついてます。買った時からそういう設定になってるみたいで、あれですかね、あまり分かんないですけど、多分冬とか暗くなるからね、ヘッドライトずっとついてる方が、他の車にも分かるからかな。でも一回日本から持ってる車をこっちに輸入しようかなって考えてた時に調べたら、ヘッドライトをずっとついてれる設定に改造しないといけないみたいなことも言ってて、I know, flying, the helicopter is flying. そうなんで、Do you need to pee pee, Mia? No. Are you sure? Why are you touching your wee wee? I need to pee. Do you need to pee pee? No. 息子のトイレトレーニングしてて、Yes, do you need to wee wee?
Oh, that's mommy, right? I know. Look. ね、ちょっとおむつを外そうと、ね、9月から学校始まるんで、おむつを外そうと思ってるんですけど、なかなか、ね、80% くらいの成功率でなかなか、ね、完璧にはいやできてないですけど。Liam, do you need to pee pee?Okay, let me know when you need to pee pee. Okay, go, go, go. あ、ちょっとうんちしたいらしいです。失礼いたしました。息子のそう9月からね JK っていう幼稚園じゃないけど幼稚園？ここの幼稚園は4歳からなんで多分日本と比べて1歳早いんですよね。そうそう JK っていうジュニアキンダーガーデンに9月から入るんで、それまでになんとかちょっとねトレーニング完了させたいんですけど、90-80% くらいですかね。なかなか難しいですね。でもさっきちゃんとうんちしてくれました何やったっけ、何の話で車、そうです。車編はそうヘッドライトが日中でもついてるっていう、自分で設定するとかじゃなくて、もうエンジンつけた瞬間からもうずっとついてる感じですね。であとは何でしたっけ、交通ルールで赤信号でも一時停止して左右確認したら車がなかったら右折できるんですよね。日本やったら青信号じゃないと絶対右折ってできないじゃないですか。でもここは赤信号でも一時停止して左右確認して車が来てなかったら右折できるんです。すごいややこしい。初めちょっと戸惑ってたんです。行っていいんかなほんまにとか思いながら戸惑ってたんですけど、そんなんしてたら後ろからプップーってされるんで、そう右折ができます。あとは何ですかね、車編は渋滞ですね。こっちは渋滞がすごい高速のくせに渋滞が2時くらいからもう今日金曜日なんですけど、もう高速道路、目の前に高速道路があるんですけど、もう渋滞してますね。3時前、今3時前、3時前ですけども渋滞してます。あと交通事故もすごい多いですね。交通事故は結構、高速で多いからだから渋滞するのかなとか思うんですけど、渋滞が、すごいです。あとはなんかカナダ人の口癖なんかなんですけど、なんかうちの旦那の夫のお父さんとか普通に知らない人と話してても結構口癖で言ってくるのが、カナダにはシーズンが2つあって、それは冬とコンストラクションだっていうんですけど、コンストラクションって工事現場みたいなで、冬は雪降ってて、多分車のね道路のコンディションが悪くって、夏場はやっぱ夏にならないとね、なんか工事とかってしにくいんですよね。雪の中とかではできないと思うんで、夏場にやっぱみんなね工事道路封鎖したり車線ね1個全部使って道路工事とかするんで、すっごいそれで渋滞が起こるっていうのも一つなんですけど、だからなんかカナダ人いつもなんか口癖でカナダには2つシーズンがあって、冬と工事コンストラクションだけみたいなっていうのをよく耳に聞きますね。なんかその義理のお父さんからもなんか3-4回その話を聞いてるような気がしてますね。ちょっとなんか聞いてて面白いです。で車編はそれくらいですかね。あとはなんですかね、お金編はカナダの今全部かお金出てないですけど、札5ドル以上が札でしたっけ。2ドルまではコインなんです。カナダは2ドル1ドルコイン2ドルコインがあって、その後が5ドルから札になるんですけど、札がプラスチックポリマー、なんかすごいプラスチックみたいなマテリアル、だから洗濯機とかに入れても全然ちぎれたりしないんですけど、メープルシロップの匂いがするんですよね。
本当かなと思って試したんですけど、本当に匂いしました。最近のはちょっと分かんないですけど、最近匂ったことないけど、3、4年前に初めてカナダ来て匂った時には確かにメープルシロップの匂いがしましたそれはちょっと面白かったですね。で、あとは何ですかね、お金ですよね。お金はこっちは子供もいるんであんま外食とかすることないんですけど、チップが基本最低でも 15% なんですよね。 15% 結構高いですよね。で消費税が 13% ってかな、確か13% くらい、なんか州によって違うんですけど、なんで結構ね、外食とか家族で行ったらね、チップ 15% 払ってさらに 13% の消費税払わないといけないんで、すごい高くなるっていうね。今ちょっと私が働いてないでなかなかそんな贅沢できないですあとはお金はそんなもんですかね。こっちは日本ってやっぱりまだお金ね、キャッシュ持ち歩く文化っていうかね、お金を払うっていう習慣がまだ大きいですけど、こっちはほとんどキャッシュレスですよね。デビットカードかクレジットカードで支払うことが多いですね。私もだから現金全然お財布に入ってないですね。クレジットカードで全部払うんで、ちっちゃい買い物。 I know it's raining。 雨降ってるね。そうそうね、すぐ降っちゃうねここ。そうなんですよ。なんでちっちゃい買い物を2ドルとか3ドルとか本当にね、数百円の買い物も全部クレジットカードでするのが当たり前ですね。そっちの方が簡単なんでいいんですけど、小銭とかもすごいややこしいしね、よっぽど田舎に行かないよ、田舎か、マーケットとかそういうとこじゃないと、多分マーケットでも多分最近やったらもうクレジットカードとかで払えるんじゃないんですかね。でもそういうとこ行かないとキャッシュ現金で払うことってあんまないですね。で、お金はそれくらいで、あとは何かな。you got a car。 車ピーピー。あとはカナダね、国全体っていうかトロントも都会ね、都会っていうか都市なんですけど、緑が緑がくっつけたいの。今ね、緑がすごいやっぱ多いんで、動物がすごいね、見れて、リスがすごい多いですね。リスはもう絶対公園とか普通に住宅地とかどこにでもいる感じですね。茶色い大きなリスと、これぐらいのサイズですか。あとはシマリス、日本でペットとかにしてるちっちゃいシマリス、両方いますね。で結構餌もらいに懐いてくるんですよね。餌やっぱあげてる人もいるのかで、うちの息子は追いかけてますけど。であとは動物、うちの夫の実家の家の裏庭とかあったら、裏に大きな湖があるんで、そこからやっぱウサギとかキツネとかアライグマとかそういう動物とかも見れるって言ってました。この前高速道路でダウンタウンに行く時に、高速道路の道からgood for you。 鹿も見ましたね。鹿とかあんなとこにおんねんやみたいな。でもダウンタウンに行くまでのトロントの中に峡谷ラビーンっていう峡谷っていうんですかねがダウンタウンに行くまであって、結構夏場はみんな自転車サイクルとか走ってる人もいるのかな。サイクリングでその峡谷を使ってずっとダウンタウンに行く人とかいっぱいいるみたいで、そこに動物とかすごいいっぱいいるんですね。いるからその峡谷じゃなくても普通に動物はいっぱいいるんですけど、動物は、いろんな動物が見れます。あとはすごい
スカンクとか死んだスカンクとかの匂いとか嗅いだことね。スカンクの匂いってねあんま説明しにくいですけど、なんかすっごい臭って思ったら大体運転してて臭って思ったら大体多分スカンクが近くでひかれて死んでるんちゃうかなみたいなで義理の姉が言ってましたなんかゴムが焦げたじゃないけどゴムが焦げたような油っぽい匂い、説明があんま分かんないですね。でもなんか匂ったらあこれかみたいなすごい分かります。すっごい臭いです。何メートル離れてんのにすっごい匂うっていう強烈ですよ。すごいね。スカンクとかも、結構いるみたいですね。であとあるあるは夏はこっちトロントはすっごい過ごしやすいですね。Oh yeah, that's a camper. It's a camper. It's not a tow truck. It's a camper. You're going camping with that car. 夏はね日が沈むのが9時半くらいですかね、夜の。だからすっごいねうちの子供まだちっちゃいんで寝かせるの7時半から8時なんですけど、めっちゃ明るすぎてなかなか寝てくれないんですよね。日本やったら全然もうそれくらいで暗かったんで問題なく寝てくれてたんですけど、こっちは9時半くらいに沈むんで完全に。なんで結構 I know! Yeah! 結構明るいですねGo play with your brother. お兄ちゃんと遊んでおいでよ。Oh yeah! ね、この前2歳になって結構ねいろんな単語が出てくるようになったんですけど、まだいまいち何言ってるかわからんみたいな自分の中の言葉で話してる感じですね。Yeah, I know. Good for you. ね、そう日が沈むのが夜遅くまで9時半まで、だから外ねで子供がいなかったらねすごいありがたいんですけど、子供がいるんであんまり夜そんな出かけるってことがないんでちょっとねあれですけど、冬は多分逆にすごい早くなると思うんですよね。ちょっとまだ冬経験してないんでわからないですけど、めっちゃ寒くなるって聞いてるし、11月が一番すごいなんかもう憂鬱になるらしいです。寒すぎて何もなくて。クリスマス12月はクリスマスシーズンだからまだなんかイベントとかがあって、まあ寒くてもそう大丈夫っていうか、そこまで憂鬱にはならないって義理のお姉さんは言ってたんです。11月が一番なんか何のイベントもなくてとりあえず寒くなって暗いって感じですごい憂鬱になるって言ってましたね。冬になったら冬のビデオとかも、ね、いろいろ撮りたいと思うんですけど、あとはそんなもんですかね。あとはカナダのあるある全部言ったかな。今年と去年からマリワナが合法になって、Wes, don't drop that. Oh no, you dropped it. 自分で落としたのに。Fix it. 結構ね匂いが草って感じですぐ分かります。なんか近くに吸ってる人がおったらね、特にそんなコメントすることはないんですけど、合法になったっていうね感じですかね。あとはカナダのあるあるそんなもんですかね。今思いつくのはね、結構でもダラダラ喋ったんですいませんって感じです。なんか子供もガタガタ It's over here? Okay, mommy put it here ね、こんな感じでカナダのあるあるでした。またなんか気づいたらメモっといて次回ダラダラまた話します植物も結構あれからまた多分 10個くらい増えてるんで、それの紹介もまた次回しますね。あと明日あれなんですよね、プラントスワップっていう植物の交換するイベントに行くんで、ビデオ撮れたら、ね、撮りたいな。それから、ビデオ撮れなかったら最終またどんなもの交換できたかビデオでアップします。ではありがとうございました。
登録してください。ぜひ。バイバイ。バイ。バイ。Say bye, Wes. バイ。バイ。バイ。